ブルのチャンネルへようこそ。このチャンネルは20年以上続くメタバースセカンドライフを初心者、復帰者向けに迷わず楽しめるようにするガイドチャンネルです。改めましてこんにちは、のどかべらです。セカンドライフ歴約18年の私がセカンドライフの魅力について本日もまとめていきます。本日のテーマは、あなたはいくつ覚えてる？ SL 全盛期に起きた事例についてご説明します。セカンドライフが最もにぎわっていた頃、この仮想世界にはこんな出来事がありました。あなたはいくつ覚えていますか？この動画を見れば今なお続くセカンドライフが一目でわかります。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。セカンドライフの全盛期はおおよそ2007から2009年頃とされ、同時ログイン数は約5から6万人前後に達していました。現在も約3、4万人の同時アクセス数を誇っていますが、5万人を超える同時ログインは2026年時点では全く見られないため、日常的に多くの人がアクセスしていたことがわかります。アクセスユーザーではありませんが、近年までの登録ユーザーアカウント数累計は6500万アカウント以上というデータが残っているそうです。どれだけの人が人生の中でセカンドライフという空間に一度は足を踏み入れていたことはお分かりいただけたと思います。現在はアメリカを拠点とした海外層のユーザーに多く支持されているセカンドライフですが、当時は日本人のアクセスもかなり多かったのを覚えています。そのため公式ビュー話に日本語バージョンが追加されているのもお分かりいただけると思いますが、当時はどこを歩いても日本人に遭遇する日常が広がっていました。技術が未熟だったからこそ、想像力が世界を作っていた世界は非常に魅力的で、多くのユーザーを瞬く間に虜にしました。現在はオンラインゲームも気軽に携帯などでもできる時代のため、それほど目新しさを感じることはないかもしれませんが、当時はまだメタバースという言葉が全くない時代、自宅や個人でパソコンを1台持つという家庭はまだ珍しく、俗にオタクと呼ばれる人々や仕事関係でパソコンを使う人々しかあまりパソコンを趣味にしているという時代背景ではありませんでした。まだブロガーと呼ばれる人々も日本では誕生しておらず、パソコンからブログを書いたり読んだり、今日誰でもできるようなことがまだできない時代でした。みんなが気軽にメタバースを体験する環境も整っておらず、ちょうど MMO などが少しずつ出始めた時代でした。そんな時代背景からもわかる通り、ユーザー一人一人のアイディアで世界を作り上げるという今まで見たことのない仮想空間はとても魅力的でした。まだグラフィックも全く綺麗ではない世界ではあるものの、ログインするとすでにいくつかのお店や企業も参入しており、不完全ながらも初めてのメタバースは非常に魅力的な空間であったことは想像いただけると思います。またまだ YouTuber などゲーム実況で稼ぐなどの仕事は当時は存在しておらず、ゲームのような仮想空間の中では実際に通貨として交換可能なリンデンドルという独自の通貨システムもあり、ゲームの中でお金を稼げるという仕組みは衝撃的でした。当時は世界的ブームの真っ只中だったセカンドライフの土地は資産価値が非常に高く、また現在のリンデンドルの価値よりも高い値段で取引されており、土地を所有して貸したり転売したりして億万長者と呼ばれるほどの大金を稼ぐ人々まで存在しました。現在ある NFT などのまさに走りといったところで、今日でもクラスターなどのメタバースの人気の土地は比較的高値で取引されていたりと、当時の背景がそのまま反映されたメタバースは現在も存在します。近年ではロブロックス、ゼッペット、クラスターイムブー、VR チャットなどはこのセカンドライフが作り上げたモデルをベースに生まれていると呼ばれているほどです。様々な仕組みが搭載された仮想空間がおよそ20年以上前にすでに存在していました。
だからこそ、今なおメタバースを語るのに欠かせない存在となったセカンドライフは特別な存在なのです。情報番組やニュースで SL が紹介されていました。未来の仮想世界として大きく取り上げられており、一般層にも広く知られていきました。私は過去の動画でも少し触れていますが、すでにセカンドライフにアクセスしていた弟の影響によりテレビやメディアで紹介される前にセカンドライフというこの世界に足を踏み入れていました。当時はメディア以外にも大手企業が本気で参入していました。私たちもよく知っている自動車メーカーや飲料メーカー、IT 企業にファッションブランドなど実在する大手企業も、この最古のメタバースと呼ばれているセカンドライフにこぞって出展していました。特に私が一番印象に残っている企業は、今なお人気の携帯の会社で当時は、同じリアル世界でも売られている同じ機種をセカンドライフ内で配布するなど、企業と個人店が混ざり合う、見たことのない世界が広がっていました。メディアで瞬く間に取り上げられてすぐにこのセカンドライフというメタバースにはたくさんの日本人、ユーザーが押し寄せてきました。どこを歩いても日本人に遭遇するという世界は、今日のセカンドライフとは真逆の世界ではありますが、世界中の人たちや出会ったこともない人々との交流は非常に刺激的で魅力的な経験だったことは言うまでもありません。そう、これがセカンドライフの全盛期と呼ばれている時代の風景なのです。セカンドライフの歴史を語る上で最も欠かせない人物といえば、シャラン Q のリーダー、畠氏の存在は非常に大きかったです。一般人の一人である私ですら当時、彼の活動を知っており、また現在もネット記事に残っていますが、日本シムやコミュニティという文化を一から何もない状態から立ち上げた人と言っても過言ではないほど、セカンドライフに大きな影響を与えた一人者でした。畠氏は日本列島をモデルとしたジャパランドという日本人向けのシムを作り、無償で私たち日本人に土地を分け与えてくれていました。当時私もこのジャパランドに過去の初ブランドヘアショップのどかの本店を初めて構えたのを覚えています。まさに現在あるインフルエンサーの先駆けのような広告塔として、この仮想空間を使うことにより多くの集客が見込めることに素早く着眼し、近年のセカンドライフ文化の土台をまさに作った人として非常に重要な人物の一人でした。当時まだブログが主流ではなかった時代ですが、セカンドライフユーザーはブログを書くことも楽しみとしており、そこにも着眼し、セカンドライフ内のイベントなどをブログで書いてもらえば情報は広がっていくと SNS の使い方にも注目されていました。現在はもうサービスは終了してしまいましたが、当時はそら豆というセカンドライフユーザー専用のブログサイトがあり、多くの人が日々の記録やお店の紹介などをこの SNS を使って日々行っていました。20年以上前のまさに SL 全盛期にはそんな陰で支える人々がいたことも事実です。その他にも公式サイトでの情報は見つかりませんでしたが、当時はまだ無名だった AKB48 の公式ステージが秋葉シムにありました。AKB48 が公式に展開していたセカンドライフ内のステージでは実際にイベントが行われ、多くのユーザーが集まりました。また女優の上野樹里さんがオロナミン C の CM 撮影のためセカンドライフというこの地に足を踏み入れたこともありました。セカンドライフの全盛期は有名人や企業が本気で参入していた時代という歴史があったことは事実です。今回紹介している内容はすべて私が当時目にした実体験を元に語っています。これらは当時のセカンドライフ文化を語る上で欠かせない出来事の一つなのです。
個人的に非常に印象に残っている現在にはない当時の面白い文化の一つにお見合いというシステムもありました。男性と女性が円を描き座り限られた時間の中で話をしてパートナーを探すという人が多かったからこそ、まさに成り立った面白いビジネスもありました。私も一度だけ参加したことがありました。何を話したのか覚えていませんが、気の合った人とその後友達になった記憶がうっすらあります。それ以外にも伝説のホストクラブと噂になっていたホストクラブなどが多数存在し、夜の街ですらにぎわいを見せていました。現在は比較的少数にはなってしまいましたが、ライブ活動も盛んで、多くのミュージシャンがこのセカンドライフの土地で自分たちの楽曲を広げるために活動の拠点として選んでいたこともよく見る光景の一つでした。昨日なかった場所が今日できている。まさに人がいたからこそのスピード感のある刺激的な世界が広がっていました。今回はセカンドライフの全盛期の事例についてまとめてみました。当時を知る人しか知らない SL 全盛期に起きた本当にあった出来事について、私が覚えている範囲でご紹介しました。あなたはいくつ覚えていますか？またはあなたが他にも面白かったと覚えている過去の出来事はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。これからもまだまだあなたの知らないセカンドライフの魅力や操作方法などの初心者でも分かりやすい情報を発信していきます。本日も長い動画にもかかわらずご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったと思った方は、ぜひ良いねとチャンネル登録をよろしくお願いします。